こんにちは。今回の動画では無印良品の購入品と収納を増やさないコツをご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。以前から何度もお伝えをしていますが、私が手放したものランキング1位は収納用品です。皆さんは私ほどの失敗はしていないかもしれませんが、収納用品がいっぱいあるのに片付かないという方も多いのではないでしょうか。収納用品やポーチなどは整えるために必要なものだからと、物としてカウントせず簡単に増やしがちだったりします。収納用品は割と大きくて場所を取りますし、買うときにはいくつか同じものを揃えることも多いので、意外と出費もかさみます。カゴやプラスチックのものなどが多くて捨てるのも大変です。夏休み中に子供の部屋の引き出し収納を見直したいと考えていたのですが、少しだけ無印で収納を買い足せば大きな引き出し収納を買わずに済みそうなので、ちょっと無印良品に行って買い物をしてきました。なので最初に無印良品で購入してきたものを紹介したいと思います。まずは日用品から紹介します。マチ付きダブルチャックフリーザーバッグの大きいサイズのものを一つ購入してきました。あとは犬の手足を拭く用のノンアルコールウェイトティッシュを2つ買い足してきました。あとトイレ用の泡クリーナーの詰め替えタイプのものを購入しました。こちらはお風呂とトイレと、キッチンとに兼用していたんですが、最近お風呂は専用の方が汚れ落ちがいいなというふうに思って、お風呂はまた別で購入したものを使っています。そして45リットルのゴミ袋です。あとは5ミリ方眼のノートを2冊買ってきました。A5 サイズのものと A6 サイズの小さいものを購入してきました。A5 サイズのこのノートはいつもライクミー手帳と一緒に挟んでいるノートで、もうそちらがいっぱいになってしまったので新しいものを買ってきました。小さい方は新月の願い事を書くノートがなくなってしまったので、こちらも購入をしてきました。あとはトイレットペーパーの5倍巻きシングルを4個入りのものを購入しました。いつもは3倍巻きのものをドラッグストアで購入しているんですが、初めて今回無印のものを購入してきました。持った感じも結構重かったので、ちょっと測ってみることにしました。こちらがいつも使っている3倍巻きのトイレットペーパー 274g です。そして無印の5倍巻きのトイレットペーパーは 418g もありました。結構重さが違いますね。この5倍巻きがどのぐらい持つのかちょっと楽しみです。そして今回引き出しの中身を少し移動するために購入したソフトボックス長方形の中サイズのものです。こちらは蓋付きタイプのものを購入しました。この収納は使わない時にかなりコンパクトになるのがいいなと思いました。使うときはこうやって少し膨らませて使えばかなり大容量の収納になります。和室で使用しているこの引き出しの中身は、一番上に夫のもの、2番目には夫のこれから着るための新しい服、そして旅行用のバッグやタオルなどが入っています。とりあえず
今あるスーツケースの中にこのタオル類と旅行用のバッグが入るか試してみたいと思います。このスーツケースの中には使用頻度の低い電気毛布やブランケット、旅行で使うものなどが入っています。スーツケースは日常的に使うことはないので、収納として使うことで無駄に収納類を増やさなくて済みます。今回は引き出しの中身をこの中に少しでもしまいたいので、見直せるものが入っていないかを確認していきます。今回は三脚の袋をほとんど使うことがないので、この三脚の袋と、あとはヘリハンセンの水着が気に入ってずっと取ってあったんですが、プールに行くこともないのでこちらは手放そうと思います。旅行用のバッグは入らなかったんですが、とりあえずタオルとブランケットはこの中にしまいました。一番上の夫のものが入っている引き出しは1ヶ月に一度開けるか開けないかくらいの使用頻度です。夫の私物しか入っていないので、このリビングの共有スペースに置く必要がないので、夫のクローゼットに移動したいと考えています。そこで無印良品のソフトボックスを購入しました。こちらは990円で購入しました。以前だったら布の収納はホコリがつきやすいからと避けていましたが、布やビニールの収納は使わない時にコンパクトに畳めるので、最近はよく使用しています。中身がなくなる可能性のあるものや季節のものなどはなるべく畳めるタイプの収納を使うようにしています。布製の蓋付きなら中身が汚れることがないですし、多少中身が多くても横に膨らむので汎用性もあります。毎日使うようなものだとこういった蓋がついているものはおすすめしませんが、時々しか使わない使用頻度の低いものは蓋付きのものがおすすめです。3番目の引き出しの中にはパジャマを入れています。私と夫が入れているのですが、私はパジャマとランニングウェアを兼用していることもあり、走らない日以外は使っていません。なので夏の間はこんなに大きなスペースは使っていない状態です。私と夫しか使っていないということもあるので、このパジャマの収納は洗濯機上に入れたいと思っています。収納を増やさないためにも買わずに今あるものを使う。そのために中に入っているものが本当に必要なものなのか、使用頻度を考えてそこにあるべきものなのかを考えることが大切です。いかがでしたか？今回は無印良品の購入品と収納を増やさないコツをお伝えしました。収納用品も物に変わりはないので、増えれば場所を取ります。何より収納に収まっているイコール片付いているような気になって、不要なものを手放すチャンスを失ってしまいます。収納を増やそうと思ったら、物を減らすチャンスだと思って物の見直しをしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。